Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today I'm gonna explain these two symbols. It may seem like the only difference is that one is long and the other one is short. But there's actually more to it. They play completely different roles. さて今日はこの2つの話をします。この E が逆になった記号、日本語でシュワー、英語でシュワーって言うんですけど、この点々がないバージョンとあるバージョンの話をします。この記号自体は見たことがあるという人が多いと思うんですよね。でも点々がつくかつかないかで全然役割が違うんですよ。音がどうとか以前に役割が全く違うんですよ。2つ大きな違いがあります。まず1つ目の大きな違い。こっちの点々がある方はイギリス英語にしか出てきません。イギリス英語でしか使いません。だから自分はアメリカ英語の発音で行くんだと決めてる人は気にしなくてもいいかもしれません。アメリカ英語で行く人はこの記号は自分の人生には関係ないんだなと思っておいてもいいかもしれません。逆に自分はイギリス英語で行くんだと決めてる人はしっかり意識しましょう。まあでも自分は発音するときはアメリカ英語だと思ってる人でも実際にイギリス英語を聞く機会って結構ありますからね。どっちにしても知っておいた方が知らないよりは断然いいです。一方でこの点々がついてない方の記号はアメリカ英語でもイギリス英語でも使うので英語に興味がある人はどっちにしても皆さん知っておいた方がいいでしょう。二つ目の大きな違い。こっちはストレスというかアクセントがあるところだけに出てきます。こっちはストレスというかアクセントがないところだけに出てきます。アクセントというとすごく誤解が生じているので、僕はアクセントがある方を重音、ない方を軽音って呼んでます。ある先生はアクセントがある方を光、アクセントがない方を影って呼んでらっしゃいます。とにかくそういう違いがあります。まずこっちの点々がない方が簡単なので、こっちの説明をします。これはネイティブにとって V の逆の記号と一緒なんです。音が同じか違うかは別として、ほとんどの辞書とか教科書では慣例的に重音の時は V の逆の記号で書く、軽音の時は E の逆さで書くことにしてます。音が同じかとか違うかとかそういうことに関係なく重音か軽音かで書き分けることになってます。ただ時々ネイティブの発音の先生の YouTube の動画とかを見ると、重音、つまりアクセントがあっても E の逆の記号を使っている先生もいらっしゃいます。でも日本では基本的に軽音、アクセントがない時にだけこの E の逆を使います。この V の逆と E の逆に関しては他の動画で説明しているので概要欄にリンクを貼ってあるのでぜひそちらを見てください。だから今日の主役はこの点々がある方の記号です。この点々がある方はイギリス英語の重音にしか出てきません。音もただの E の逆とはちょっと違うので辞書によってはこの数字の3を小さくしたような記号、正確にはエプシロンを逆にした記号を使っています。これは E の逆よりも口を若干開くという意味の記号です。E の逆の方が口をあまり開けない。3みたいな方が気持ち口を開き気味ということです。発音記号のそれぞれの記号の意味に関しては、また別な動画で発音記号ってそもそも何っていう動画で説明しているので、概要欄にリンクを貼っているのでぜひそちらも見てください。この2つは発音記号本来の意味ではこういう風に口の開きが若干違うんですけど、こと英語で使われている記号に関しては単に辞書によって書き方が違うというだけで全く同じ音を表しています。こと英語に関しては英語の中でこういう区別はないので辞書の好みの問題になります。ただこっちの方がより精密な表記、こっちはより簡易表記というだけの話です。実際にどういう音かオックスフォードの辞書の音声を聞いてみましょう。まず点々がつかない方、次に点々がある方。この辞書ではこの3みたいな記号に点々をつけてますが、E の逆に点々をつけたのと同じ意味です。このカッコの R はこの音声では発音してないので無視してください。もう一度聞きましょう。こういう感じです。注意すべきは決して日本語のあーじゃないという点です。そんなに口を大きく開けないです。あーって口を大きく開けるとむしろこっちになっちゃうので注意です。イギリス英語にはこの区別があるから注意です。気をつけましょう。アメリカ英語にはこの音がないのでこの区別はないですけど、イギリス英語にはこの区別があるので注意です。それでイギリス英語で気をつける点はさっきも言ったようにこっちはアクセントがある時だけ、重音の時だけ、こっちはアクセントがない時だけ、軽音の時だけです。例えばこれらの単語、日本語だとサーバーとかサーファーっ
とか、どっちも伸ばしますよね。確かにアメリカ英語だと、どっちもこの部分は同じで、server、surfer ってどっちも同じ R の発音なんですけど、シラビックの R なんですけど、イギリス英語ではこっちは重音、こっちは軽音なので、音が変わります。server, server, server, surfer, surfer, surfer. このカッコの R はこの音声では発音してないので、無視してください。server, surfer. これは単に重音と軽音で発音記号の表記が違うだけじゃなくて違う音です。ネイティブの頭の中では違う音という認識です。だからちゃんと違う音だという意識で発音し分けないといけません。さらに言うと、イギリス英語のこの記号はアメリカ英語のこれに対応してます。アメリカ英語の重音でこの音はイギリス英語のこれで発音します。アメリカ英語のこれは辞書によってはこう書いてあったりします。でも日本の記号だとちょっとイメージがつかみにくくて、カナダとかアメリカの音声学ではこういう記号を使うんです。R なんですけど、この小さい補助記号をつけてこれで1シラブル分、一拍カウントして母音みたいな役割をするということです。このアメリカ英語の っていう音が、イギリス英語では R の要素が消えてこの音になったわけです。イギリス英語では R は母音の中とか後では発音しません。イギリス英語では R は母音の前にしか出てこないんです。だからさっきの server、surfer をアメリカ英語とイギリス英語で比べてみるとこういう感じです。server, server, server, surfer, 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 server, surfer. まあ今日はイギリス英語の話なので余裕があったらでいいんですけど、アメリカ英語の話は別に今日は聞かなくていいという人は無視していただいて構いませんけど、一応説明しておくと、アメリカ英語の場合はこの記号とこの記号が違いますよね。違う表記になってますよね。でも音は一緒なんです。ネイティブの頭の中ではこれとこれは同じ音という認識です。重音の時はこっち、軽音の時はこっちの記号で書くという書き方の慣例があるだけです。実際聞いてみても音は同じですよね。server, surfer, でもイギリス英語ではこの一つ目と二つ目で母音が違います。だからちゃんと違う母音だという意識をして発音してください。違う母音音素です。紛らしいですよね。これ音声学者レベルの人たちでもなかなかわからないですからね。だから英語の発音は発音記号から考えちゃダメなんですよ。もともと英語に音がいくつあるかとかっていう英語の基本的な発音体系を先に習得した上で、後から発音記号を解読するっていう順番じゃないとダメです。発音記号からやったら絶対に間違えます。先に英語の音の一覧表とかを学んで、それから発音記号という順番です。音声学者レベルの人たちでもこの順番じゃないと、英語の発音記号は正しく理解できないです。あとやっぱりアメリカ英語とイギリス英語を両方やろうと欲張らないで、どっちか一つだけにした方が現実的です。それで綴りに関して大事なことは、こっちは綴りに必ず R が入ってます。主に ER、IR、UR です。それ以外の場合もありますけど、必ず綴りに R が入っていることがポイントです。思いつく唯一の例外はこの単語です。これは R が全く入ってないのにこの音です。これはもう超例外です。colonel, colonel, colonel, 一方でこっちはイギリス英語の場合は綴りに R が入っている場合もあれば入ってない場合もあります。アメリカ英語の場合は必ず綴りに R が入ってません。アメリカ英語は絶対に綴りに R が入ってません。例外はないと思います。フォニックスでいうショート U です。最後にもう一つ。イギリス英語でもしかしたら日本人が一番注意しないといけない区別がこれです。この二つ。発音できるできない以前にこの二つの区別があるということを知らない人が多いと思うので、まずこの二つを意識してください。実際の単語だと心臓と傷つける。heart, heart, heart, hurt, 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 heart, hurt. こんな感じですね。まとめると、まず大きな違い第一。この記号はイギリス英語にしか出てきません。だから自分はアメリカ英語で行くんだという人は気にしなくてもいいですが、自分は発音するときはアメリカ英語だと決めていても実際にはイギリス英語を聞く機会が結構あるので、知っておいて損はないです。こっちはアメリカにもイギリスにも出てきます。大きな違い第2。こっちはアクセントがあるというか重音にしか出てきません。こっちは音はともかくこの記号はアクセントがないというか軽音でしか使われません。音は V の逆と一緒です。
この E の逆と V の逆は重音と軽音の違いができれば勝手に音色が若干変わるので、母音の違いを練習する必要は全くありません。それ例えば server みたいな単語の場合、重音と軽音なので、イギリス英語の場合は母音が違うわけです。server, それでイギリス英語のこれはアメリカ英語のこれに対応します。アメリカ英語は R の発音ですけど、この R の要素が抜けたものがイギリス英語の発音になります。綴りの違いは、こっちは綴りに必ず R が入っている。主に ER、IR、UR です。こっちはイギリス英語だと、綴りに R が入ってたり入ってなかったり、単語によって違いますが、アメリカ英語ではこの記号に当たる音は綴りに必ず R は入ってません。フォニックスでいうショート U です。最後にイギリス英語のこれは決して日本語のあーではないです。あーだとむしろこっちになっちゃいます。hurt, heart, イギリス英語はこの区別があるので注意してください。この動画が少しでも役に立つと思ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。